こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は文房具屋の店長としていろいろなペンを今まで使ってきた中で、最初は高くて購入を悩んでいたけど、買って後悔なかったし、むしろもっと早く買っておけばよかったと思ったね、いいペンを5本紹介します。まず1本目、国用のファインライター WP-F100 税込み4400円のこちらのペン。去年クラウドファンディングで話題となり、その後も抽選販売では26倍というね、人気っぷりで販売開始されたこちらのペン。私は品川にあるザ・キャンパスというね、国用オフィスに併設するショップでたまたまね、出会って購入しました。砲弾型の樹脂製チップで文字や図形、イラストを軽やかに書き出せるのが特徴だそうです。ボールペンじゃないタイプのペンでこういうタイプのものって書いてる時にキュッキュッっていうね音が、鳴るものが多いのかなと思うんですけども、こちらのペンはねその音が全然しなくて快適。音もせずインクもスルスルなので集中力も途切れにくいです。書き心地がねすごい良くて本当にすごい愛用してるんですけど、唯一ね親と思ったのはサイトにはねペンを寝かせてもインクが出ます、書けるよっていう風に訴求がされていたんですけども、私はなぜかね書けないんですよね。斜めに寝かして持っちゃうとインクの面が当たってる感じがしないかな。それでもね紙を選ばず安定した書き心地が好きで、アイディアとか考えを紙に書き出すときに本当にもうこれしか使ってないってぐらい使っています。でこれを使うといつもよりちょっといいアイディアにたどり着けたりとか、まとまらないと諦めていたね考えがまとまったり、多分書くのが楽しくて手を動かすのをねなかなかやめないせいかいいゴールにたどり着けるので、本当にね買ってよかったです。2本目はニトムズからストロジー4ファンクションズペン 0.5mm 1本1320円です。今日紹介するペンの中で唯一ね当店でも取り扱っています。気になった方は概要欄から当店をチェックしてみてください。こちらは3色ボールペンプラスシャーペンの多機能ペンになっていて、消しゴムもね結構大きいタイプのがねついています。多機能ペンで1320円なのでものすごく高いっていうわけじゃないんですけど、最初はただのボールペンに1000円超えかとねちょっと購入を躊躇していたアイテムです。でもともとこれの単色タイプを使っていて、黒色のね単色タイプだと 0.7mm の展開しかなかったので、もう少し細いのがいいなと思って見つけたのがこの多機能タイプ。こちらは 0.5mm のペン先です。低粘土油性インクで留め羽がね書けるので字がね上手に書けるような気がするし、粘度が低いおかげでインクがペン先に詰まることなくねスルスルっと出てきます。でスルスルとした書き心地なのにペン先がしっかりね紙を捉えてなんか滑らない感じがして不思議。私は仕事やお出かけ、旅行などで1本だけ持ち歩くという時はこのペンを選んで持ち歩いています。3色プラスねシャーペンが使えるので大体のことはこの1本だけで OK で、筆箱を持ち歩かなくていいので荷物もねすごく減ります。見た目のデザインもシンプルでそのままね持っていても変に目立たず持ち物に馴染むので、デザインもねすごい気に入ってます。あんまないですよねこういうシンプルデザイン。さらに地味におすすめポイントなのがこのペンについてるね消しゴムなんですよ。ちょっと黙っとくので見てくださいね。軽い力でねしっかり消えました。よくある書いた線を引き伸ばしたかのようなね絶望的な消し味の消しゴムとは違ってちゃんと消えます。こちらはね消しゴム単品でも商品があって消し味に定評があります。本当によく消える消しゴムなので間違えた後に消す前提の下書きの時でもねすごく安心です。私は仕事用リュックとトートバッグの2つをよく使うんですけど、1バッグ1本入れておきたくて現在はね2本使いしています。気になった方はぜひ当店をチェックしてみてください。3本目は同じくニトムズのスタロジー低粘土油性ボールペンクラシック税込み5500円です。1本前の多機能ボールペンもシンプルなデザインでしたが、このクラシックタイプはさらにもう凹凸まで何もないシンプルです。重さは 40g でしっかりと重め。なんか高いペンって重いことが多いですよね。
2本目と同じインクなので滑らかでダマもなくスムーズに書くことができます。このクラシックっていうのはニトムズの直営店でのみ販売されていて、実店舗だと京都の日東堂か東京のスタロジー、八重洲のビルの中にあります。で、東京のお店は残念ながら今年の末に閉店してしまうそうなので、お近くの方はぜひ行ってみてください。オンラインだと楽天市場でね、販売しているようです。インクは先ほどのペンと同じですが、こちらの本体は重くてペン先がねかなり安定しやすいので、お手紙などで字を気をつけて書くシーンに使っています。インク溜まりがねできずに乾くのもかなり早いかなと思うので、手でこすってしまうミスもほぼなくて使いやすいですよ。で、5500円とねかなり高いボールペンで、購入方法も限定感があって特別なペンとして満足していますが、1本あれば十分かな。かさばらないのでギフトにも良さそうだと思います。4本目はロディアンのスクリプトメカニカルペンシル税込み2750円です。私のね持っているものは限定色なんですが、通常はオレンジ、ブラック、シルバーと、あとその時々の限定色っていう感じに、ね、なるかなと思います。ペン先の形状的に書いてるところがね上から見やすいので、小さい文字とかね細かい線も書き込みしやすいです。で、本体はアルミニウムでできていて、グリップなどはないんですけど、六角形の軸のねおかげで手に馴染んですごくねフィットします。全体が金属でできているので、冬はね冷えるのかちょっとね手に持った時冷たいなと感じます。私は筆圧が強くてよくシャーシンがねポキポキとね折れちゃうタイプなんですけども、これはなぜかね折れにくくてストレスフリー。そして何より気に入っているのがこの持った時のね感じ。なんかもともと可愛いものとかへんてこなものっていうのが、好きなんですけど、社会人になってからは大事なね会議のシーンとか商談とか研修の時にはちょっと恥ずかしいというか、TPO を選ばなきゃなって感じるようになって、このロディアンのスクリプトシリーズはシンプルでちょっといいものっていう品がねあって好きです。ちなみに当店ではシャーペンではないんですけど、ボールペンタイプを取り扱っているので、気になる方はぜひ当店のリンクをチェックしてみてください。はい、5本目は今回紹介する中でダントツ高かったこちら、カベコアートスポーツテラゾ柄 EF 税込み 19,800 円。本体はアクリルでできていますが、柄は一点一点異なるので一点物です。ペン先やフックなど細かいところには濃いめのゴールドカラーがあしらわれていて、高級感がねありますよね。もともとカベコね愛用してて、日記が1年続いた記念に自分へのご褒美でこの一目惚れしたこの柄をね購入しました。で、カベコはドイツのメーカーなんですが、オランダに引っ越してきてからこちらのね文房具屋に行った時に、これと全く同じものがだいたい100ユーロ、今のレートで16,000円くらいで売っていて、この円安でも日本で販売してる金額より安いんだとね驚いたのと同時に、あれ買うタイミング間違えたかなとね後悔が頭をよぎりました。とはいえ自分へのご褒美のタイミングだったし、一番手に入るまで早い方法だったはずなので、日本で買うのがこれで合っていたと思うことにします。柄も気に入っているし。で、この万年筆があるおかげで、万年筆で文字書きたいから日記つけるかっていうね気分になって、私の日記はね引き続き続いております。今までのね万年筆も愛用しているし、書き心地はね何だったらあんまり変わらないかなと思うんですけど、特別感のあるデザインでペンケースの中でね輝いて見えるので、手に取った時の気持ちがねやっぱ違いますね。ちなみにペン先は極細の EF というもので、細い線でね書けるので、日記とか手帳に細かい文字とか線を引く時でも問題なく使えます。で、去年の春に万年筆デビューした時は5,000円の万年筆すらすごい高いなと思って、まずはね500円くらいで買えるものからスタートしたのに、なんか1年でこんな高いものを欲しがる自分の欲にね驚くばかりです。はい。ただね、子供の頃と違って大人になって大切なものを買うと、なんかちゃんと大事にできる、メンテナンスもできるし、修理もできるしね。なので全く後悔はありません。自分のためにはお金を使ったなっていうね、充実感がこのペンを見るたびあります。これがいわゆる沼なのかと
ちょっと怯えております。ということで今日は私が購入を渋ったけど買ってよかった高いペンを5本紹介しました。クリスマス年末に向けて自分へのプレゼントとかご褒美にちょっといいものが欲しいなと思っている方の参考になったら幸いです。またね。